んにちは。いつも僕のポッドキャスト見たり聞いたりしてくれてる人にとっては、いつもとちょっと違う感じになってると思うんですけど、今日は長めのポッドキャストを、作っていこうと、思います。いつもはね、8分から13分ぐらい、長くても、15分ぐらいに収まるような、エピソードポッドキャスト作ってるんですけど、いつもどんな環境で撮ってるかっていうと、めちゃくちゃ明るい部屋で撮ってるんですよね。照明もたくさん使って、今もね照明使ってるんですけど、1個だけで、いつもは3つとか4つぐらい照明使ってるんですよね。それで僕スタンディングデスクを使ってるんですけど、そのスタンディングデスクの前で立って、収録してるんですよ。でも今日はね、そういうのじゃなくて、もっと、ゆっくり、リラックスしながら話していこうと思います。で、そうですね、いつもはね、あの僕がなんか言いたい言葉が見つからなかったり、ちょっと何か違うなってことを言ったり、あと何ですかね、こういう言いよどみとかがあったら、めちゃくちゃカットするんですよ。動画の中で少しでもちょっと、空白があったりしたらカットするように、して、編集してるんですけど、今日はそれもなくね、こうやって、僕が考えてる時間とか、言葉を探してる時間も、全部ね、撮ってるんで、もっとリアルな感じ、僕が話してるリアルな感じを、見てもらえるかなって感じですね。いつもね、僕考えるのに時間がかかっちゃうんですよ。早く考えることができなくて、何か、考えたいトピックがあったら、ちゃんと自分でね一人でじっくり考えて、で、それを一つ一つノートにメモを書いて、で話したいことを全部紙に書いてから、そのポッドキャストを作るようにしてるんですけど、今日は本当に何もなくて、少し何を話そうか考えてはきたんですけど、ほとんどね、台本も何もないんで、いつもより考える時間が必要かなって思うんですけど、今これ僕画面の中で話してると思うんですけど、僕の顔はもう見ないでください。もうこの画面を集中して見るんじゃなくて、何か掃除しながらとか、料理しながら、車を運転しながらとか、何かしながら、何かするついでに、本当に今ラジオみたいな感じで聞いてもらえたらいいなと思いますね。それからいつもの動画は字幕がね、画面の中に字幕があると思うんですけど、この画面この、ポッドキャストには字幕は画面の中には入れないようにしようと思ってますね。多分この CC というか字幕のボタンを押したら、字幕が表示されるように、しようとは思うんですけど、まだわかんないんですけど、画面の中にはね字幕は入れないでおこうと思いますね。っていうのもいつも字幕を画面の中に入れると、もう本当に8分間とか10分間その画面だけをね見てめちゃくちゃ集中してくれてる人って結構多いと思うんですよ。それでリラックスしながらとか寝る前にとかね、何かあのリラックスしながら聴けるようなものを作りたいなと思って今これ撮ってるんですけど、その他にもねいろいろ理由があるんで、それもこのエピソードか別のエピソードでもいろいろ話していけたらなと思いますね。それでは今日のね、僕がこのポッドキャストで、話したいことっていうのは、僕の人生の最近起こったことですね。最近の人生のアップデートみたいな感じで、についてのことを話していこうと思います。最近これ本当に久しぶりなんですよね。多分2週間ぐらい、2週間3週間ぐらい何も投稿してなくて、 YouTube もSpotify も、全然
何もアップロードしてなかったんですよ。なんで僕をねいつも聞いてくれてた人にとっては久しぶりだと思うんですけど、最近ね本当にいろいろあったんですよ。忙しかったりね、いろいろあったんで、それをちょっと少しずつ話していけたらなと思うんですけど、まず一番最初のことはやっぱり風邪ですね。風邪をひいちゃったんですよ。多分6月の、最初の週とか2週間目ぐらいに風邪をひいちゃったんですよね。でその風邪がなかなか終わらなかったんですよ。最初に喉が痛くなって声がちょっと変になったりしたんですけど、そこからちょっと、体が寒かったりね、いろいろあって、で結局3週間ぐらい、3週間とか1ヶ月ぐらい風邪というか病気の症状が続いて、で今は完全に良くなったんですけど、もう何日か前までは、ちょっと喉が痛かったり声が、出にくかったり咳をしたりね、いろいろあったんで、その咳をしてる時にポッドキャストってなかなか作りにくいんですよ。ずっと話してたら咳が出そうになるんですよね。それでなかなか収録が進まなくて、で一回やってみたんですけど、できなくて結局やめちゃったって感じですね。でいつものポッドキャストって僕立ちながら話してるんですよ。で立ちながらわざわざポッドキャストを撮るために照明をね、ライトを、決めるんですよ。どの位置にライトを置くかとか、大体同じ場所にいつも置いてるんですけど、その日によってねちょっと位置を変えたりしなきゃいけないこともあるんで、それを全部して立って、で、台本も全て僕の話すこと全てに台本があるわけじゃないんですけど、やっぱりインターネットで顔を出して話すって怖いんで、ちゃんと自分の言いたいこと、頭の中にあることをちゃんとメモに書いてから話すんですよ。で僕が思ってないことを言って、それで何か炎上したりするのがねやっぱ怖いんで、ちゃんとメモを書くようにしてるんですよね。で、そういうのをいろいろして、でいつものポッドキャストを撮るときはもう絶対やったんでって、もう絶対今日はポッドキャストやったんねんって気合い入れてから始めなきゃいけないんですよね。でもこうやってね自分の最近の、人生のアップデート、最近人生であったことについて話すだけだったら、座りながらリラックスしながら話せるかなってことで今こういうのも撮ってるんですけど、それよりやっぱり風邪ですね。それが長くて、そうですね、病院には別に行かなかったんですけど、その薬いっぱい飲んだんですけどね、なかなか治らなかったんですね。で理由はいろいろあると思うんですけど、6月から急に暑くなり始めて、気温がめちゃくちゃ変わったっていうのもあると思うんですけど、それよりね、多分僕最近仕事のスケジュールを変えたんですよ。簡単に言うと、夜中も仕事するようになったんですよね。夜っていうか午前1時から朝までとか昼まで、同じ日の12時とかそのぐらいまで夜に完全に起きて、その間も仕事するっていうのを始めたんですよ。で理由はシンプルで、僕、世界中の人というかオンラインで日本語を教えてるんですけど、そうするとね日本で昼の時に、この地域では夜中とか、日本で昼の時にこの地域ではめちゃくちゃ朝早いとか、そういうことがあるんで、なかなかスケジュール
その時間が合わないみたいなことがあるんですよね。で、僕いろいろ考えたんですけど、バカなんで、僕がもう夜中完全に起きたらいいやんって思っちゃったんですよね。でそこから夜にもう寝ないで、週2日全く寝ないで、仕事するっていうのを6月から始めたんですよ。その他のアイデアがなかったんですよね。でそうした結果6月から始めたんですけど、6月のもう1週目とか2週目で完全に免疫力が落ちて風邪ひいちゃったんですよね。で今までその風邪が続いてて、これはなんとかしないといけないなって思ってるんですけど、今はその夜に起きるっていう、スケジュールにもだんだん体が慣れてきたような気がするんで、大丈夫だといいんです、大丈夫だといいんですけどね。もしかしたらこれからもちょっと、まだ体調が悪くなるようだったらスケジュール変えるかもしれないんですけど、今はねとりあえず頑張ってみようと思っているところですね。でその風邪が一つ目の理由で、でもそれからその風邪にちょっとつながりがあるんで、6月とか5月ぐらいから僕ダイエットを始めたんですよね。っていうのも僕、1年の中でその夏の前にダイエットするっていうなんとなくふわっとしたプランみたいなのがあるんですよ。5月ぐらいに、軽くダイエットを始めてとか、6月ぐらいから軽くダイエット始めて、で、夏にはダイエット終わるみたいな、そういうことをするんですよ。1年の中でその大体の、体のコンディションの、スケジュールみたいなのを作ってるんですよね。逆に冬になるとあんまりその肌を見せる機会が少なくなるんで、もっとたくさん食べてたくさん運動したり筋トレして体を大きくするっていうこともするんですけど、夏はねそういうことじゃなくて、そのもちろん夏も運動し続けるんですけど、それと同時にダイエットもして脂肪を減らすっていうことをするんですね。でそれもあってもちろん栄養のバランスがあるようなものを、毎回毎食食べてるんですけど、それでもなんていう、他の時よりはねその免疫力が落ちちゃったからっていうのもあるかもしれないですね。でそれからその JLPT ですね。今日はね7月の10日、今7月の10日にこのポッドキャストを撮ってるんですけど、7月の、6日かな、6日にJLPT があったと思うんですけど、そのためにねめちゃくちゃ準備してたんですよ。今回の JLPT 僕が教えている人の中では結構受けたいっていう人が多くて、で、そのために一緒にね準備してたんですね。でそれがその準備のため JLPT の準備のための準備を僕がしなきゃいけないんで、やっぱりそれが人が多くなったらその分僕がすることも増えるわけですね。それで結局めちゃくちゃ、時間取られて、で6月本当に忙しくて、でそれもね時間がないっていうのもなかなかポッドキャストを収録できなかった理由の一つかもしれないですね。なので本当にもう6月は風邪で寝てるか仕事してるか、もうこの2つだけだったんですよ。もうほとんど何も楽しいこともなくて、楽しいこともちろんしますよ。その運動、風邪ひきながらですけどちょっと運動したりね、何かその楽しめるようなこともしたんですけど、95% ぐらいはもう風邪で寝てるか起きて仕事してるかみたいな繰り返しだったんで、本当に6月は大変でしたね。で最後に何話そうかなって思って書いた紙を見てるんですけど、誕生日だったんですね。僕誕生日があって、
7月7日生まれなんですけど、今7月10日なんで3日前ですね。26歳になりました。で、別にこの年になるとその誕生日がもう特別なものとも思わなくて、本当にね、特別なことはせずにいつも通りの一日だったんですけど、誕生日があったんですね。うん。これからこのポッドキャストでいろいろ話したいこともあるんですけど、そのうちの一つが、20代前半で、してよかったこととかしなきゃよかったこととかしたかったことをね、最近よく考えるんですよね。もコロナが始まってから5年とか6年ぐらい経つと思うんですけど、この5年6年はね、なんか本当に空白のような感じで、一瞬で時間が過ぎたような感じがするんですよ。コロナの前は、19歳とか20歳ぐらいだったんですけど、そこからコロナがあって急に大学が終わって、で、僕その外国でいろいろ住んだりしてたんですけど、それがすぐに終わって、で今もう2025年になったっていう感じなんで、ちょっとね、時間が過ぎるのがめちゃくちゃ早く感じますね。そのコロナの時はその、やばいって思ったんですよね、正直。始まったのが多分19歳かな、20歳ぐらいの時にコロナが始まって、で、いつ終わるかわからなかったじゃないですか。1年過ぎても全然コロナ終わらなくて、で2年過ぎても、まだロックダウンある場所があったりとか、日本ではロックダウンがなかったんですけど、それでもそう旅行に行くのもなかなか難しいみたいな、そういう状況の時に大学も全部オンラインになって、20代前半が、このままだとやばいって、20代前半、人生でね結構大切な時期だと思うんですよ、20代前半って。でその20代前半をこの、大学はオンラインだし旅行も行けないし、何もできないっていう状況はやばいって思って、で、とりあえずね、日本より日本でも外国でもまだまだコロナのルールとか厳しかった時だったんですけど、その時にあの海外に行くっていうことを決めて、でそこからめちゃくちゃ頑張ってね、いろんなことをやって、でそのうち仕事を始めるようになって、で本当に何も考えず、何かずっと考えてたんですけど、今そのコロナがあった時から今を振り返ってみると、その何か頑張りすぎて頑張りすぎて記憶が薄くなってるっていうんですかね。本当に毎日頑張ってたなと思って、充実した5年間だったと思うんですけど、それでもね、コロナがなかったらどんな人生になってたんだろうなっていうのを、感じますね。僕の知ってる人でも誕生日を祝ってくれた人もいたし、これをね見てくれてる人の中にもなぜかというか、僕がどこかで話したからだと思うんですけど、僕の誕生日知ってくれてて、僕にねおめでとうございますとか言ってくれた人、本当にありがとうございます。そんな感じで6月7月最近の僕の人生のアップデートでしたね。初めてですね、こんな感じで暗い部屋でね、照明も全然なくて、ゆっくり本当につまらない話を、今何分ですか、20分ぐらいですかね、だらだら話すっていうのをやってみたんですけど、どうですかね。つまらないと思うんですけど、なんか僕がね、僕にとってその他の人の人生って面白くて、他の人の人生とかそういうのをアップデート
聞くのは面白いんですけど、自分でこうやって話してるとね、自分の人生のアップデートって他の人にとって面白いのかなとか思って、でこのポッドキャストを撮る前にもちょっと考えててね、本当にこの内容でポッドキャストを作ってもいいのかなって思って、僕が書いたノート、これなんですけど、課税、JLPT、ダイエット、日本語、この4つだ、日本語じゃない、誕生日ですね。この4つだけ書いて話し始めたんで、全然ね面白いポイントもなかったんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。もしこのスタイル、なんかダラダラ何もつまらないことを話すのが好きっていう人もいるかもしれないですよね。何かラジオ代わりに何か聞きたいっていう人もいると思いますし、寝る前に日本語聞きながら寝たいとかね、他にも何かしながら何か聞きたいっていう人もいると思うんで、そういう人にとってはいいんですけど、もしこういうスタイルがね好きな人が多かったら、このスタイル続けていくと思いますし、別に好きじゃなかったら少しずつ、よりいいものを作れるようにしていきたいんで、これからも聞いてくれたり応援してくれたりしてくれたら、これからも聞いたり応援したりしてくれたら、嬉しいです。そんな感じで今日はお久しぶりです。最近の人生のアップデートについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。